はいこんにちは MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRI のハイブリッドモデル i3 M3 です。EG イヤフォンスさんに送っていただきました。ありがとうございます。DD プラス BA じゃないんだね。そうよ、DD プラス BA プラスプレイナーね。豪華じゃん。i3 は進化して3代目だから M3 なのか。ファーストモデルからドライバー構成は同じだけど M3 は役割がちょっと変わったんだね。BA が中広域、プレイナーが広域になってるわね。手元に以前のモデルはないんで音質の変遷はわからないんでそこはご勘弁を。しょうがないよ。年間に数えきれないほどのモデルが発売されてるからね。今まで i3 には縁がなかったってことでしょ。まあそうだね。価格は、これも結構お高めモデルなのね。こんな感じで箱が結構大きいね。内容はこれね。イヤーチップが4種類。これは角笛だね。ケーブルが結構いいよ。購入時 3.5mm か 4.4mm を選択するタイプみたい。外観はアルミ合金がパープルで処理されていて質感がとってもいいわ。紫のアルマイト、陽極酸化処理をしてるのね。愛もよくやってるやつか。それはアルバイトだよ。まったく、さらっとボケかますんだから。いひひ。詳細は上の資料でご確認ください。オールアルミ合金で丈夫ですが 5.8g と軽いんでちょっとびっくりです。サイズは一般的ですが装着するとちょっと厚みを感じるかも。イヤーフィンの緩い曲線はありますが装着感自体はいいですよ。それと M3 は音響構造が大幅に改良されているということです。詳細は上の資料でご確認ください。小さいボディの内部に高度な技術が詰まってるんだね。そうね、みんないい音のためなのよね。すごいよね。さて、サウンドチェックの前に i3 M3 の波形をチェックしておきましょう。あれ？のっぺり系だ。なんか最近見たような波形じゃん。そうね、これでしょ。そうそう、G ガートあれで。前回レビューしたモデルだ。2キロぐらいまでの傾向、よく似てるね。サウンドチェックでは2キロ以上の違いを聞き比べるって感じか。そういうことになりそうだね。これは本当に偶然で私もちょっと驚いてるよ。音調整の基準は i3 M3。ケーブルはバンドルの TRI グレースプロ。イヤーチップはバンドル品の中から選んだ。はい、違いが難しそうですけど、しっかり聞き分けますよ。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. Through all of these days, stand firm at the top while we live under the stars. I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. On the up, I and I keep it on the up. I and I keep it on the up. No matter what the weather, or come round, bond they going.
はい、サウンドチェックでした。違い、ちゃんとわかりましたよ。2キロ以上のピークの違いによる出方は i3 マーク3が波形通り強めて厚みを感じ、4キロ付近はアレテの方が強めのため、明瞭さはアレテですね。ここからは実機での印象中心ね。現時点でジャックさんが気になってることをまとめたのがこれ。残響音がアレテに比べ明らかに少なめ、空間もあまり広く感じない、音が近めプラス柔らかめ、ネガティブに言えばちょっとはっきりしない。なんか今一つ中高域がすっきりしない感じなんだよな。ここまで i3 マーク3のケーブルは一度も変更せずに聞いてきたので、試しに EG イヤポンズさんから送ってもらったケーブル KB イヤー ST18 を試してみたら残響音が聞こえやすくなり、空間に広がりが出た。ちょっと曖昧に感じていた中高域がすっきりした傾向に変化したというように印象が大きく違ってちょっとびっくり。コネクターが QDC タイプでそのままじゃ装着できなかったので変換コネクターを間に入れたんだよね。そう、2ピンタイプを送ってもらえばよかった。KB や ST18 は3000円ぐらいのものでお高めモデルにバンドルされているケーブルの方がいい音するんだろうなって思ってたけど、いざリケーブルしてみるとこっちの方が好みが音質だったというのが正直な感想。柔らかくて取り回ししやすいし、カラーも3色あるので気になったらチェックしてみてほしい。愛はシーガーとアレテのレビューで使用したナイス HCK ディープスノーでも聞いてみたんですけど、 ST18 同様の傾向プラスパワフルさが増した印象でしたよ。ということは i3 マーク3にバンドルされているケーブルの特性が自然で優しめの質感を狙ったものということになりそうだね。イヤーチップはバンドルで4タイプあり、特性はこんな感じで結構違いが出た。ケーブルを変える前はイヤーチップで広域の抜けを改善しようとあれこれやっていたけど、リケーブル後はどれ使ってもいいかなって思えてきた。あとはいつものようにマイイヤーチップを重ねたグラフ、参考にしていただければ。さて i3 マーク3を聞いた印象はリケーブル後の視聴結果でお伝えします。ジャックさんお願いします。はい。まず低域はベリビウム振動板を使用した 10mm ダイナミックドライバーがメイン担当だと思うんだけど、両管よりアタック感を優先した出方で中域をあまり絞らないチューニングということもあって、両管だけが不必要に出しゃばらない感じがいい。よく話題になりますが、中域の谷が深いと低域がよく聞こえてくる傾向でしたね。そう、中域を犠牲にしながらね。i3 マーク3にはそれがないので当然中域の再現度は高いね。中高域はソニオンの BA2356 のメインエリアだと思われる。自然な出音で2から3キロをやや強調したチューニングとも相まってボーカルはやや前に出て厚みを感じる。でもバックの音とうまく混ざり合ってるんじゃない？そうね、そう思うわ。4キロ付近はあえて強調しないチューニングなので G ガーとアレテほど明るさは感じない。スネア、フロアタム、ボーカルの視察音、シンバル系に結構影響があって明るさより自然さ、柔らかさを選択したと思える響き。試しに4キロ付近を EQ で持ち上げて聞いてみると明るさはかなり増してくる。曲によってはここを上げたくなるな。広域は 10mm プレイナーユニットだったよね。そうだね。広域も聞き心地は自然で特に鋭いわけでもなく刺さりの少ない印象。比較したアレテがある意味結構明るくて鋭いとも言えますね。確かに。ただバンドルケーブルを使用して箱出し最初の主張から一貫して感じているのは明るさや広域の抜けの鋭さを狙ったものではなく、少し柔らかめで自然な響きってこと。音が割と近めで残響感もやや薄らぐ部分はあるけど、それを意図して仕上げたんだろうな。つまり広域がもともとよく聞こえちゃって少し抑えたいっていう人には特におすすめってこと？そう思うよ。音数があまり多くない曲に使いたいなという個人的な感想。暖色系でとにかく広域の抜け重視とか低域の量感がなきゃダメという人にはおすすめしないということでしょうか？はい、その通り。今回は特徴がうまく伝えられたかどうかちょっと不安な面もありますが、気になったらチェックしてみてもいい質感のモデルだと思いました。ということで TRI の DD プラス BA プラスプレイナーハイブリッドモデル i3 マーク3のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。